皆さんおはようございます。小野坂正也のニューヤング TV 始まりますよ。もうあれですね、夏休みも終盤戦ということでね、そろそろ皆さん学生の方はね、宿題の方やんないとね。今日早めにやります。ゆい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  YouTuber ニュンニュニュンニュンニューヤング TV 始まります。さあということで今日はですね、文豪とアルケミスト久しぶりにね触ろうと思いますね、こちらを。なぜ、今日やることになったかというと、坂口安吾手に入ってました、小田作之助ね、僕のキャラクター手に入ってます。あと太宰治が入るとこれブライ派っていうので3人揃うんですって。でもうどうしても太宰治が出なかったんですが、この度なんと太宰治が出ましたということで今日はやりますよ。4人組んでいくんですよね。なので4人組んでいくので、あと1人誰にしようかなと思ったんですけども、誰にしようかな。誰がいいかな。カニがいいよ。カニがいい。カニザレスがいいよ。カニザレス。カニがいいよ。カニ光線のやついたな、一人。カニ光線。滝地入れろ。滝地を入れろ。滝地を。そうね。入れてくださいよ。そうですね。せっかく来てるんだから。そうだね。呼ばれもしないのに。勝手に来てんだから毎週。このところねレギュラー化しつつある小西君なんですけども、とりあえず小西君椅子持ってきてくれる？あ、分かる。椅子カモン。椅子カモンって椅子来るんですよ。すごい。知らない？お前がオートメーション化。オートメーション化じゃねえよ。今日はですね、こちら知らなかったんですけど、小西君。有害所の方に入るときにね。はい。例えば何々に行くときに、誰々と誰々が一緒に潜ると特別な会話が出るっていうのがあるらしいんです。親しいキャラクターだったりとか関係性があるキャラクターで会話を作って潜るってことですね。それだとなんか新しいなんかこれだと戦闘開始前にセリフが出たり、戦闘開始後にセリフが出たり、人によって違うらしいんですけど、イベントができるんだ。そうなんですよ。へー。例えばここの資料によると、小田と太宰ね、同じブライ派で組んでいくと、あるところに行くとなんと違う会話が出るということで、これでいきますよ。これでいきますか？あれちょっといないですよ。カニ光線入ってない。カニ光線入れようか。カニ光線じゃあここに入れるね。同じ事務所ですからね。ああ、カニ光線と宮沢賢治、宮沢賢治と小林滝地は同じ事務所ってことね。同じ事務所です。なるほど。これ面白いね。ババアの人でしょ、だって。ババアじゃないっていう人でしょ。同じ事務所ですだから。このメンツすごくないですか？俺、小西君、杉田君、中村君よ。このメンバーすごくないですか？割とイベント跳ねますよこれ。何でもできる。何でもできる。できるやつばっかりだこれ。ねえ。いきますよ。どんな感じで起こるんだろう。ねえ。まずやってみます。はい。選書。お願いします。これ普段ねいつもね同じような会話で始まりますけども、これでやると何かが違うらしいですよ。なんや気持ち悪いところやな。これ同じですね。なんや気持ち悪いところや。始まった。立ち絵が出た。乱れてるじゃん。整えないと。何これ、中村君どうした？ちょっとなんか可愛い感じや。は自分でブライ感を歌ってるくせに見た目にはこだわりがあるな。なるほど。俺は小田作と違ってかっこよくなければいけないの。そう求められているんだよ。なるほど。ちょっとナルシストっぽい感じなんですかね。男前のといえば太宰君は添え物でわしがメインやから。一緒にバーで飲んだ時もそういう扱いやったやろ。そんなことがあってんね。ちっげえよ。みんな結局はちっげえよ。太宰治ってこういうキャラなの？ちっげえよ。メロメロだったじゃんっつってるよ。そうやった。この人が走れメロスを書いたの。なんでやろうか。そうだよ。こんなエキサイティングなの？ちょっと子供っぽいのかしら。まあそういう頭もなんかちょっとアホ毛みたいな。アホ毛みたいな出てありますもんね。わしは太宰君と違って何もせんでも美男子やっちゅうことは変わらへん事実やしな。なるほど。
お前この二人めんどくせえなマ。ジムカつく。なんでやねん、俺は普通の子やんか。お、なるほどね。始まります。そういう感じで始まる皆わけだ。様頼りにしてますぜ。はっ、あ、カニ光線出た。関係ねえカニ光線。なんなんだよ。関係ねえかに構成です。関係ねえカニ光線。ブラヤじゃないから。お前本当はここ関係ねえやつだからね。関係ある関係ある。サンバ小野坂小西コンビ対杉田中村コンビっていうああ、関係性ほんまや。があるでしょ。あるあるある。あれだ。対決でしょ要は。あのゲームの番組やってる同士。ね、あるあるある。あるでしょ。うんなんか似たようなことをやっている。そうそうそうその程度落ちきってもあんたみたいにはならねえ。言ってまうどれ。ついた子にね、これがね。坂口安吾。反撃の刃を食らえ。これはもう聞いたことある声ばっかだわ。俺だけクリティカルでなあんたみたいにはカニ光線割と強くしてんだけどな、俺。カニ光線強いっすよ。攻撃力高いから。カニ光線ね、攻撃力高いよね。なるほど。ボスまでいかなかったけどね。カレー食べに行けへん？これでこんな風に会話がなんか特別なやつが挟まる時があるから、いろいろみんなでこう誰と誰と組み合わせていくっていうのがあるんだって。でも本もあるんですよね、多分きっと。なんかどの本にそう戻ったらいいかそうそうそうみたいなやつとか。やっぱり自分の本なんじゃないの、うん結局。ああ、なるほどね。だからそういうのを探すのも楽しいかもしれないですね。ね。うん。さあここでですね、はいなんかスタッフが小田作クイズっていうのを用意してくれたみたいで、なるほど。それで小西君にそれを引いてもらって俺が答えていくっていう。じゃあ僕がうん小野坂さんがどれぐらい小田作を知ってるかと。ああ全然知らんよ。クいや知らんよ、大阪弁っていうことしか知らんもんだって。じゃあちょっとクイズやっていきましょうね。うんはい。まずはもう知りたいもっと小田作のこと第一問はい小田作の代表作ははい何？夫婦ぜんざいでしょ。正解。夫婦ぜんざい。さすが。あと2つあります。夫婦漫才。曜日が関係してありま京都万歳。す。京都おばんざいとそうじゃない。曜日が関係あります。曜日金曜日の午後。あー違う、金曜日木曜日の朝。木曜日ではない。水曜日は遠くなった。何々。遠くなった。日曜日の午後。土曜日土富士。曜日付近。富士。富士。あと青春の逆説っていうのが。青春の逆説。っていうのがありますね。土曜日夫人ってなんかもうちょっと俺想像するだにいやらしいのしか思い浮かびませんが。やっぱり小野坂さんにぴったりのキャラクターそうなんでしょうね。そうだとしたらきっとうん。次いきますよ。うん小田作の誕生日は10月13日。惜しい。めちゃくちゃ惜しい。嘘でしょ。 1913年。 1964年。小野坂。うん。それは小野坂。はい。 10月10月10月に26日。正解。嘘。正解。俺13日誕生日だからそれの倍じゃないですか。そう。う。運命的なものを感じませんか？俺小田作之助や。俺小田作之助や。何も知らんけどな、小田作之助のこと。作之助や作之助や。さあ次行きましょう小田作はい。ごめんなさいね、一番楽しいところで止めちゃって、ごめんなさい。申し訳ない。そうですね。さあ次のクイズです。小田作の会派名は？ブライハ。さあこの3人、うん。ブライ派、うん。何々と呼ばれていました。ブライハうん飲み友達。とかなんかそういう雰囲気。その飲み友達の部分を違う言い方で3人です。ヒントは3人。ブライハダチョウさん。もう確かに3人ですけどブライハでもダチョウさん、ダチョウさん。割とブライハクラブ。ブライクラブが遠くなった。いやいやダチョウ班ダチョウ班は近い。ブライハはキャプテン翼にもあったこういうの。イーグルショット。いいじゃない。それは必殺技。何ブライハサンバガラス。はい、正解。バラストクイズ。ラストクエスチョン。ラスト小田作クエスチョン。小田作のうん好きな食べ物は何？カレーライス。ちょっと待って、ちょっと待って。もう一個だけ言いました。はい。カレー食べに行けへん言うよね。カレー食べに行けへん？カレーライスちゃうの？いいんですかカレーで。ちょっと待って。カレーうどん。カレーうどん。ファイナルアンサー。カレーうどんにご飯を入れてカツを乗っけて唐揚げをのせて。もう一個にして。もう一個にして先輩。カレーライス。カレーライスでいいですね。じゃあ正解はうん。カレーライスです。言うてるやん最初から。1個目で言うたやん。分かってたでしょでも。
大阪の自由軒というカレー屋に毎日のように通って小説の構想を練っていたそうです。でもカレー屋さんに通ってたけどカレーライスを食べてたとは書かれてないんでしょ、だからカレーが好きだったかどうかわかんないよね。でも通ってって食べたんじゃないですか。いやカレーの匂いが好きだけどカレーは好かんのや言うてるかもしれない。あとカレー屋さんにで働いてた女の子が好きだったのかもしれないですよ、それはある人を指さしたらこういう事件が起こるんですよこんな理不尽なことあるそれはある。パクだってこんな理不尽なことある。だからもう言われたでしょ、お父さんお母さんに人を指さしちゃダメって、それはパクってされるからです。いまだにもうどこ行ってもそれ言われるわ、指さしてでパクってされたことないもんだから。さあということでね、はい、今日はね久しぶりに、はい文豪とアルケミストやってみましたけども、実はカニ光線もあるんですよ、カニ光線と誰かと組み合わせていったら戦闘開始前に仲いい人がね発生するっていうのもあるんですよ。はい、小西君のカニ光線は何派っていうの？プロレタリア派？プロレタリア派、それどういうこと？もうこれで話すと長くなりますよ、プロレタリア文学は。そんな難しいの？ただそんな難しくはないんですけど。プロメテウスじゃなくて？プロメテウスは違います。それはなんか星座か星かなんかじゃない？登録の方よろしくお願いします。明日もお仕事頑張ってね。バイバイ。